ほどポンね。9月は期間限定クエストが多いのポン。あ、いたいた。はずきちゃん、そろそろ起きないとダメだよ。もう起きてるのポン。そういえば9月のアップデート情報、ヘッドラインはもう見たかな？ちょうど今見終わったのポン。あれポンね。9月はのんびりできそうな感じポンね。期間限定クエストがたくさん来るけど、比較的のんびりはできそうだね。でもあれの準備で結構忙しくなりそうではあるんだけどね。頑張らないとだね。ポンは準備が必要なほどのこと放送されなかったように見えたポンけど、違うのポン。私には準備が必要なこと放送されたように見えたし、何より火力に関わる超重要な情報が3つもあったよ。嘘ポン。3つもあったポン。とっても重要な情報だったから、はずきちゃんが「やったポン!」って騒いでるかなって思ったけど、気がつかなかったみたいね。そんなにすごい情報ならすぐに教えてほしいのポン。わかった。それじゃあ今からお話ししていこうね。きっとお邪魔女ドレミコラボなのポン。違うと思うよ。始まるよ。こんにちは。公認クリエイターのはずきです。最近ソーラスおじさんを通しましたポンです。さて今回のお話は、ついにやってきました。カラオケのアニソンランキングで毎年堂々の1位、知名度も抜群に高い超人気アニメ「お邪魔女ドレミ」とのコラボ内容をどれよりも詳しくお話ししていきません。このコラボはすごいのぽいよ。コラボ開催されないけどね。なんといってもお邪魔女ドレミ初代とシャープ、そしてドッカーンの3作品と同時にコラボする、まさにお邪魔女カーニバルのコラボなのうまいこと言ってもそのコラボ開催されないから少し落ち着こうね。ところで続編が出てないポンけど、出るとしたら次のサブタイトルは「お邪魔女ドレミバチコーン」がいいと思うのポン。わかったわかった。とりあえずお話進めていこうね。大きく脱線してしまいましたが、気を取り直して今回のお話は9月のアップデート内容についてのお話をしていきます。今回のアップデート内容は一見するとのんびり感が漂うアップデート内容となっていますが、そのアップデート内容の中に火力に関わる超重要な3つの情報が紛れ込んでいますので、ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、どのアップデート情報が超重要なのか確認していただければと思います。また動画の最後にはその3つの超重要なアップデート内容をもとに9月のニュージェネシスをどのように遊んでいくのかお話ししていますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それでは9月のアップデート内容についてのお話を始めていきましょう。よろしくお願いします。ドッキリドッキリどんどんなアップデート内容を見ていきますポン。それお邪魔女かアニマルね。ねえねえお邪魔女ドレミのあのセリフ一緒に言ってみようポン。いいよ。せーの。プリティリッチー、はずきちー。なんで最後言わないの？それでは9月のアップデート内容を見ていきましょう。火力に関わる超重要な3つの情報を見ていくのポン。9月6日アップデート、期間限定イベントオータム23が開催されています。いつも通りのポイントを集めアイテムと交換する期間限定イベントです。この期間限定イベントでは新レアリティ8武器アルクエイムシリーズが入手できます。このアルクエイムシリーズは強化値プラス60、潜在能力レベル6解放、強化上限値もプラス70まで解放されていて、少しの強化ですぐに使うことができ、即戦力に期待できます。潜在能力は機械の型、威力上昇はプラス 26%、クリティカル発生率プラス 10%、ダメージ耐性プラス 10% です。レボルコートシリーズと同じ潜在能力となっています。この武器ポンも気になったポンけど、とっても強いのポン。それはね、後でまた詳しくお話しするね。期間限定イベントに合わせて期間限定クエスト想定演習未確認領域 A32 が配信されています。実際の報酬はこちらです。低温ダメージ耐性プラス 100% があるのポン。よく使ったよねこのアイテム。じゃなくてこの期間限定クエストは今のところ美味しい方と言われています。1回のクエストが5分で終わってグロースメントが1から3個、 LC 特殊能力が時々1個入手できます。
ですが、ルシエル探索の方が確定でグロースメントは3個以上、LC 特殊能力は1から3個なので、グロースメントやシーズンポイントが欲しい方は期間限定クエスト、LC 特殊能力が欲しい方はルシエル探索へ行った方が良さそうです。そして火力に関わる超重要な3つの情報の1つ目。もうあったのポン。先ほどお話ししました期間限定イベントで入手できるアルクエイムシリーズには特殊能力セズン王オトナルフィーブ23がついています。このセズン王オトナルフィーブ23の能力はオータム23期間中のシーズンエネミーに対して威力プラス 20%、 クリティカル発生率プラス 35%、 ダメージ耐性プラス 30% がさらに付与されます。それはわかるのポンけど、オータム23期間中でシーズンエネミーに対してのみポンよね。いつも期間中のみだけだったらもったいないって言ってたポン。私言ってたね。でも今回はちょっと事情が変わってね。これを見てほしいの。見えにくいけどじゃん。これってもしかしてルシエル探索のボスもシーズンエネミーになってるのポン。そう、期間限定クエストはいつも通りシーズンエネミーなんだけど、今回はルシエル探索のエネミーもシーズンエネミーになるから、装備を強化するために周回するこの2つのクエスト両方にセズン王オトナルフィーブが適用されるのね。すっごいのポン。期間中は超使える武器なのポン。そうだね。このアルクエイムシリーズを使って LC 特殊能力やオクトスアーマーを集めていくと良さそうだね。期間を過ぎても強いのかについては次回の火力検証を楽しみにお待ちいただければと思います。次回は火力検証なのポン。AC スクラッチムーンライトサンクチュアリーが配信されています。はずきちゃん和服たくさん着たよ。ポンも左のお姉さんみたいになりたいのポン。9月13日アップデート、期間限定クエスト想定演習月下の大構成が配信されます。エネミーレベルや報酬が強化され、昨年配信されたこちらのクエストの復刻版となっています。気になる報酬に関しては一切情報がありませんでした。今配信されている未確認領域 A32 の報酬と合わせて考えてみると、グロースメントと LC 特殊能力は出てきそうな気はしますね。オクトスアームの派生も出てほしいのポン。少しでもドロップ確率が上がっててほしいね。SG スクラッチリファインドフォームが配信されます。はずきちゃんスーツ着たよ。スーツこれはまた一歩ポンが大人になる時が来たのポンね。ポンの大人の魅力が大爆発する時が近いのポン。頑張ってね。大人気アニメおじゃまじゃドレミじゃなくて推しのことのコラボが開催されます。こちらのコラボに合わせて AC スクラッチ推しの子スタイルが配信されます。うわー、アイドル衣装と制服が来たね。はずきちゃんこの衣装があればポンの知られざる日常が明かされる時が近いのポン。はずきちゃんってアイドルなの？それは後日お楽しみなのポン。なんか気になる。9月20日アップデート24人用期間限定クエスト想定演習カルデラの総統戦が配信されます。このクエストって確か何か集めてたクエストと同じ感じっぽいよね。なんだったっけ。あれポン。フォトンちゃんこ。フォトンちゃんくね。フォトンちゃんく。フォトンちゃんく 2A と 2B を頑張って集めたクエストに似てるね。これって美味しかった記憶があんまりないのポン。時間も長かった気がするのポン。そうだね。実際に配信されないとわかんないことだけど、何分くらいでクリアできるのか、報酬は何が入手できるのか、ルシエル探索と比較してどっちを周回するか考えてみた方が良さそうだね。 AC スクラッチサイバーコンフォートが配信されます。着崩しオーバーオールやシンプルな SF 風ワンピースが配信されるってはずきちゃん。着崩しオーバーオールを着てポンが兵隊さんになりきったみたいなポン。さあポニーズさあなんて。9月27日アップデート期間限定クエスト想定演習終夜のエアリオ攻防戦が配信されます。今配信されてる未確認領域 32 の原型になったクエストポンよね。そうだね。あの方式の一番最初に配信されたクエストの復刻版になってるみたいだね。じゃあ8人参加の5分くらいのクエストになるポンよね。実装されないとわかんないけど多分そうだね。とっても周回しやすそうな感じはするから、この期間限定クエストは周回を頑張ってみようかなって思ってるよ。グロースメントも LC 特殊能力も確定で1個以上だと嬉しいかな。ポンもそう思うのポン。
SG で引ける SG 支援アイテムセレクトが配信されます。やっと来ました。火力に関わる超重要な3つの情報2つ目です。やっと来たのポン。この SG 支援アイテムセレクトではグラディエソールやギガスマエスティが必ず付与できるアイテムやプリセット能力強化アイテム保護のアイテムが配信されます。そして火力に関わる超重要アイテムプリセット能力強化成功プラス 100% が回数ボーナスで入手できます。こちらのアイテムは非常に重要だと考えていますので後で詳しくお話ししていきます。どういうことポン？非常に重要なのポン？気になるのポン？ふふ、それじゃあ最後のまとめまで見ていこうね。はい、ということで9月のアップデート内容は以上になります。あれ？火力に関わる超重要な3つの情報じゃないのポン。2つしか出てないのポン。焦らないの？最後の情報は9月のアップデートじゃないんだけどオペレーションリポートでお話だけ上がってたこれのお話よ。アドオンスキル生成にレベル4が追加されて効果レベルの加減は15、また特殊なアイテムを使用したレベル5が追加されて効果レベルの加減は20の最大が付与できるようになるみたいだね。ついにアドオンスキルが緩和されるのポン。とっても嬉しいことなのポン。そうだね。あの手を出したら抜け出せないアドオンスキルガチャに救済処置が入るみたいだね。全部レベル20に目指したいのポン。それでは今回のまとめと詳しいお話をしていきましょう。今回の火力に関わる超重要な情報は以上の3つです。1つ目はアルクエイムシリーズに付与されているセズンをオトナルフィーブは期間限定クエストやルシエル探索に適用されるということです。ブロースメンという嬉しい特殊能力オクトスアーマが欲しい方にとってとっても助かるのポン。シーズンエネミーに対してならファーシュメルシリーズよりもぶっちぎりで強いので今フィックサテルミナ1付きのファーシュメルシリーズを使っている方も本気の強化を行わずとも期間中なら十分に使っていける性能なので軽く特殊能力を整えた上で使ってみるのもいいのかなって思います。ポンもとりあえず作ってみようかなって思ってるのポン。2つ目は9月のアップデートではありませんが今後アドオンスキルに生成レベル4と5が追加される予定ということです。現在の環境ではファーシュメルシリーズを使っている方が多いと思われますのでファイターのメイン効果クリティカル威力アップがとても重要になってきます。ちなみにレベル20での効果量はクリティカル威力が 110% になります。非常にクリティカル威力が上昇しますしファーシュメルシリーズであれば全ての攻撃に適用されますので完全に威力の底上げが可能になります。ファイターのメイン効果だけでもレベル20にしたいのポンね。特別なアイテムを使用しての生成レベル5の実装が待ち遠しいですね。10月のアップデート内容にも要注目です。3つ目は9月27日に配信される SG 支援アイテムセレクトの回数ボーナスで入手できるプリセット能力強化成功プラス 100% のアイテムです。あれ？しばらく触ってなかったから忘れちゃったポンけどどんな仕様だったっけポン？そうだね。それじゃあ一緒にプリセット能力強化の仕様についておさらいしてみようね。まず似たような強化方法としてプリセット能力の移植があります。これは特に重要なアイテムが必要というわけでもなく別の武器からプリセット能力を移植するとっても便利な強化方法となっています。ですが非常に重要な問題点として全く同じ武器であることが条件となっています。そうなのポン。アストリオンシリーズみたいに自力でドロップを狙う武器にはずっとプリセット能力をつけられないのポン。そうだね。私たちもずっとプリセット能力つけたかったけどできてないよね。次にプリセット能力の強化の仕様です。素材となる武器の条件はマルチウェポン化が可能な武器で同じプリセット能力で同じレベル以上のものが対象となり強化に成功すると今のレベルから1上昇したレベルに強化されます。わかりやすく一言でまとめるとこんな感じです。プリセット能力の移植には移植したいプリセット能力で同じ武器が必要。プリセット能力の強化には強化したいプリセット能力で同じレベルかそれ以上のものマルチウェポン化ができる武器が必要ということです。それはわかるのポンけど何かとっても重要なことが。はずきちゃんは重要なことに気づきかけているようですね。では皆さんが今最前線の武器として使っているフ
ファーシュメルシリーズについて考えてみましょう。このファーシュメルシリーズはグロースメント300個と交換することでフィクサテルミナ1付きのものと誰でも交換することが可能です。そうなのか。だからファーシュメルシリーズの潜在能力にはクリティカル発生率プラス 100% がありますので非常に相性が良く、このままフィクサテルミナ1を強化して2や3にしていきたいところですね。そうなのか。そうなのか。ここでプリセット能力強化の条件を思い出してみましょう。プリセット能力強化の条件は強化したいプリセット能力で同じレベルかそれ以上のものでマルチウェポン化が可能な武器だから、つまりは確実にフィクサテルミナ1を2に強化できるのポン。ピンポーン、そういうことだね。さらに少し夢物語にはなっちゃうんだけど、まだあるのポン。仮にね、プリセット能力強化アイテム保護とかも使ってフィクサテルミナ2付きを2つ準備できたとするじゃない。その2つで強化すると一気に3になっちゃうのポン。そう、よくわかったね、はずきちゃん。つまりフィクサテルミナ1付きのファーシュメル武器を4本手に入れてプリセット能力強化アイテム保護とかプリセット能力強化成功プラス 100% を使ってフィクサテルミナ1を2に2を3にできるってことポンね。そういうことだね。とっても超重要なことなのポン。2から3は難しいかもしれませんが不可能ではありませんし、1から2は絶対に可能になりますのでプリセット能力強化の準備を進めておきましょう。絶対強化するのとっても強くなれるのポン。はい、ということで以上が火力に関わる超重要な3つの情報でした。それではこれらを踏まえて9月は何をしたらいいのかおすすめの行動についてお話しします。まず9月は超重要アイテムプリセット能力強化成功プラス 100% が9月27日以降の SG スクラッチ支援アイテムセレクトで入手可能になり、ファーシュメルシリーズのフィクサテルミナ1が確実に2に強化できるようになるのでその準備を進めていきましょう。具体的には SG を貯めておくこと、ファーシュメルシリーズのフィクサテルミナ1を2本準備しておくことです。そしてグロースメントや LC 特殊能力を集めるためにアルクエイムシリーズを整える程度に強化をして期間限定クエストやルシエル探索に行ってご自分が欲しいものを集めていただければと思います。ポンはまだファーシュメル型のフィクサテルミナ1を2本持っていないポンから今から期間限定クエストの周回を頑張ってみようって思うのポン。そうだね、グロースメント300個また頑張って集めていこうね。はい、というわけで9月のアップデート情報並びに火力に関わる超重要な情報3つはいかがだったでしょうか。特にプリセット能力強化成功プラス 100% が大きく火力を上げることになりそうなので必要なアイテムや SG を集めていきましょう。またアルクエイムシリーズは今後も使える武器となるのか個人的に気になっているので次回は交換してある程度整えたアルクエイム武器と高レベルのプリセット能力が付与されたアルクエイム武器で火力検証を行っていきたいと思います。この火力検証で期間が過ぎた後も最前線で通用するのかぜひ確認していただければと思います。この火力検証が気になる、やる気、元気、はずきな方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。非常に長い動画となりましたがここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会える時を楽しみにしています。バイバイ。ポン、プリティリッチー。はずきっちー。またなのー。